構さ、もうさ、キャンピングカーにさ、一式あるからさ、結構少ない。バーベキュー。バーベキューアルミシート。あれでもさ、焚き火でさ、なんか焼きたいってなったらさ、あ、でもあれ網あるんだっけ？網はあるけど、その上に敷けば。まあそうだね。なんか使えるホイールの上で。うん。5円。5円はご遠慮願います。なんつってな。まあなんか洗面道具とかはさ、ギリギリになんないと。おはようございます。おはようございます。斉藤ですけども。はいなんですけども。はい、ついにやってまいりました。はい。北海道旅準備編動画でございます。はい。数日後にやってまいりました。北海道車中泊道東の旅でございます。北海道の旅っていうのは2回行ってるんですけど、はい、今まで行ってたのはニコメリは実家の方に預けたりして飛行機で2人で荷物持ってキャンプ道具をねスーツケースに詰め込み重量オーバー超過してお金いっぱい取られながら現地でレンタカーを借りてキャンプ旅をするっていうのをね2回やってますけども、今回初の、こちらのキャンピングカーで大洗港から茨城県からフェリーの旅でございます。はい、ついにやってまいりますね。緊張しますね。船にね十何時間もいるなんて、すっごい昔に子供の時に乗ったぐらいの記憶しかないんですよ。そうですね。それがまず緊張します。フェリーで帰ってきて修学旅行の後に試合があって、平均台で揺れちゃってましたもん。もういえいえ、船の上みたいになっちゃった。あれって今日は旅のですね準備編ということで、今回ね、旅としては多分最長になるので、そうですね、期間が帰り道が決まってないんです。帰りの、日程とか帰りの方法ね何も決まってないという多分大洗に戻ってくるっていうのは厳しいと思ってるんで、はい、多分だけど函館から乗って大間か青森のどちらかの便で、青森県まで入ってそこから陸路で帰るっていう感じだったら、まあ比較的予約が取れやすいということなんで。なるほど、それはそれでなんか楽しそうですね。まあね、ちょっとそういう予定だからまだいつ帰ってくるか決まってないんだけども、約 2,3 週間ということで考えてます、はい、この車でね長旅行くのも初めてなので。そうですね、長い旅って言ってないですよね。壊れたりしてっからね北海道で壊れたら多分北海道のどこかの工場に置かしてもらわないといけないと思うから、その間どうしようね。なんかコネがある人教えてください。お願いします北海道の工場ということで、今回のね荷物をちょっとご紹介していきたいと思います。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。僕にとって大事な使命がありまして、これお花サフィニアです。はい。あれ垂れてる。伸びすぎこの人。だいぶお花切りましたね。だいぶ切りました。切り戻しっていうのをやって、はい、だいぶ葉っぱだけに今なってて。それは生えてきた子ですか？じゃあ。そう、また新しい花ですね。この咲いてるのは。これやっぱ横にね、こうピョン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 ってどんどんこうやっていっちゃうから、こういうところを切って、真ん中にね、モコってなるようにやっていくみたいなんだけど、ちょっと難しかった。何週間もいないっていうね、枯れちゃうので、これを買ってみたんです。なんかすごい、なんかさ、こういう漫画とかでアニメとかでさ、いろいろそう刺してさ栄養取れるみたいないっぱいこうつけてに見えますけど、この1本ずつからお水が出てくるんだよ。へえ、すごい。そうで直接水があげれるっていうただの管なんだけど、時間になったら出るの？そうで、その時間になったら出るっていう機械も買いました。へえ、すごいね。ホースがこうやってつながってるじゃん。なんだこのハイテクな機械は。これも Amazon で買ったんですけど、これめっちゃいいよ。機械がこう入ってて、電池が入ってるんですけど、これで今映るかな、7時から1分間、14時から1分間水が出る。不思議なんですけど、なんでこの人っては時計のシステムが入ってる？時計のシステムが入ってて、この蛇口は常に開いてる状態で、この人が閉まってるってことなの。今この元は閉まってる。そう、これが閉まってて、その7時と14時に1分ずつ開けてくれる、蛇口を。
じゃあもしそれゴーンって落ちたら水道ジャーって出ちゃうんだね。もし落ちたらね。なるほど。うん。まああんまない。ただ壊れる分には閉じたままになっちゃうだけだと思う。ああなるほど。開きっぱなしってことはないと思うんで、うん、まあ時間じゃなくてもこうやってすぐ水やりっていうのもあって、これやると向こうでちょっと針から出てくると思うんですけど、押します。はーい。ちょっとじゃあこのまま見てましょう。どんな勢いで出てくるの？あ、すごいすごい。あ、いいペースで出てる気がするよ。なんかいいちょろちょろ加減じゃない？でしょ？うん。こんな感じではい。出るからいいよね。うん。でこれ2つにこうやって分けて、はい。点滴のようですね。そう1分間だけ1日2回流すっていう感じなんですよ。それでとりあえず足りてそうな。足りる。うんうん。ちょっと止めますね。はい。外に一緒に出たくてしょうがないニコちゃん。涼しいのにさ、部屋の中さ、すごいハーハーしてるじゃん。これでじゃあ不在時は自動水やりが可能ということですか？そうなんですよ。すごいです。前はねペットボトルとか刺してたじゃん、けどあれじゃ足んないもんね。足んないし熱くなるし、っていうのでちょっとこれをね、管とさっきの機械は別なんですけど、あ、そうセットじゃなくて、でも Amazon で売ってたんで。すごいね、みんなそんなさ発明できるってすごいよね。あとこれをねこの土に刺しとけばいいだけだから、できるだけね根っこの方に刺してあげとけば、これで。なるほど、ちょっと後でぶっ刺して水の穴塞がらないんですね。ちゃんと水が塞がんないよ。出るんだね、それでも。概要欄にリンク貼りますので、これキャンプとかにもいいと思うんだよね。確かに、ちょっとね、そうお盆休みとかもね、多少は長くなるし、確かにこれが外れちゃったらどうしようっていうのはちょっと不安はありますけど、ずっと流れっぱなしになっちゃうからね。恐ろしい。じゃあ中どうぞ。お邪魔しやす。ちょっと蚊が入るんで。よいしょ。はい、ということで中にやってまいりました。はい、はい、こんな感じでこれ貼ったんすよ。そうなんです。貼ってテーブルクロス。これあれです。キッチンでも DIY 動画で出てました。リメイクシート。家のキッチンね。そう、家のキッチン2分割されてるんですけど、あんま分かんなくないですか？ここで分かれてんだけど、そう、マックスここだから、長さが幅がね、2枚に分けるしかないって言って、我ながらうまくできましたね。ねえ、はい、ここもね、いい感じになりました。はい。暑い。涼しい。なんかこう太陽出てないんだけどジメジメしてますね。そうだね。湿気が家のさ、除湿機の数字も 75% とかなってた。わらわらあらっつった。わらわらって言葉で言わないし。若いんだよ。いやということで、はい、今回この中で持ってくバッテリー、こちら。めっちゃ可愛いこれ。これすごいさ、可愛くない？可愛い。これね、ブルーティーの新作オーラ30。あのオーラですか？オーラです。288ワットアワーっていうコンパクトタイプですね。車内で使うにはいいんじゃないかなと思って。軽い。4.3 キロ。おお。サイズが250、178、167.5ミリ。ちっちゃいです、すごく。ちっちゃいです。スマホがこれぐらいなんで。ね、iPhone。すげえなって思ったのが、ここにね、600ワットって書いてあるんですけど、容量は288ワットアワーしかないんだけども、まあそれでもパソコンとかやるには十分なんだけど、定格出力ね、前に説明した、1回にどれぐらいの量を放出できるかっていう定格出力が600ワットあるので、結構ね大きい電力のものでも使えちゃうっていうのが特徴かなっていう。でもさらにその電力リフトモード、起動時に持ち上げてこう使う、なんていうのかな、こう機械の起動時とかにドバって電力使う時が結構あるんですよ。そういう時に1500ワットまではバッテリーを落とさず起動できちゃうっていうことらしい。ってことは電子レンジ使えるんじゃね？もしかして。ちょっと後でやってみようか。10分やりますとかいうパスタとかだとちょっとしんどそうだけど。そうだね。ちょっと温めるなら1分だけ電子レンジとかならいけるんじゃないかな。いけそう。
あ、でも活用例に電気ケトルって書いてあるんですよ。ってことはやっぱリフトモードで 1500W の電気まで使えちゃうってことじゃない？すごいけどどんだけ持つかだからな、電力が。確かにカラーがブラックとこのミントグリーンってことで、前のねやっぱりやつよりちょっと軽くなってる、大きさがちっちゃくなってますね、小型でもパワフルっていうことで、そしてアプリも対応してるということです。このアプリでオーラ30出た、こういう風に出てきますので、これで電力リフトモードをオンにしとけば 1500W まで使えるってことですね、コンセントが2つと USB-A の 15W が2つ、 140W が1つ、 USB-C の 100W が1つ、シガーソケットが1つ、こっちは入力充電ですね。ソーラーパネルとか走行充電も対応できます。それとこっちがコンセント充電、裏側はスペックとかが書いてある。こっちがファンですね。はい、こんな感じ、いいじゃん。かわいいです、これを我が家は、まあパソコン用かな、あと充電、ここにこうやって置いて2人で、そうですね、コンセント2個あるし、USB-C もあるから、そうそう、パソパソコン充電しながらやったり、あとは炊飯器を、まあ、ここでそうだね、炊くのにコンセント使ったり、そうだね、携帯充電したり、結構この車の中だとコンセント使える場所って限られてるから、そうありがたいですね。ありがたいです、今まで全部キッチンの方のコンセントを持って行ってるんで、あそこで使ってたんですけど、ここでできるのはすごいいいです、ちょっと実験で電子レンジに今つないでみました。で AC 入れるとつくよね、レンジの 500W で2分ぐらいいってみましょう。スタート。ここ、おーすごい。あ、でも600、あ、なるほどね、リフトってそういうことか。600W までしか出ないんだ。あ、意味が分かりました。どういうことでしょう。例えば 1000W ぐらい使う電化製品も、このリフト機能、電力リフト 1500W までっていうのは 1500W までの電化製品を 600W で動かすことができる。それってちゃんと温まってるんですかね。弱いんじゃないですか。前さ、そんなことあったよね。弱いとは思う。そうだよね。ただ本来なら動きもしないわけよ。まあね、だから例えば足らない分ちょっと長く稼働はさせなきゃいけないと思うけど、まあでも温めることができるっていうだけでまあね、ありがたくない？まあだからあんまり指定されてる時間でお米が2分半でできますよとか、それ以外にも何分でできますよってやつはちょっとそれ通りじゃいかなかったりするかもしれないけど、確かに食べ物をもうすでにできてるものとかを温めたいなとかだったらめちゃめちゃ手軽でいいですね。そうっすね。結局長い時間稼働したらその分バッテリーも使うもんね。そうだね。結局は弱く動いてて、足りてない感はある。ただそう、動かすことはできるんだっていう、なんか使いようですよね。だから説明にも書いてあったけど、ケトルとかは、まあ時間かかるけど沸くよっていう感じとかね、じゃないかな。はい。でもまあ便利なんじゃない？いざという時は使える。そうだね。このサイズで電子レンジ動かせるって、いやすごいよ。ないよ。すごい。すごい。これは外に出せないんで、日陰ぐらいのちょっこり日向ぐらいがいいんで連れて行きます。タロちゃんがね、下にね、そうマジックテープでビリビリ取れる固定できるシールを貼ってくれた。こうやってマジックテープになってますので落ちないようにね。はい。あとはニコメリがいつもうちおむつをつけてるじゃないですか、車内だとあちこちしちゃうからおしっこ、なんですけど今回長旅なんでかわいそうだから普段家ではしてないので、もうここをお家のように使ってもらおうトレーニング、なので家で使ってるトイレトレイを設置しており、ニコメリには頑張っておトイレ生活になってもらいたいと思います。そうだね。はい。っていうところぐらいで、あとは普段持ってるものとほぼ同じ。そうだね。はい。ここケトルが入ってたり、タッパー、サランラップとかキッチンペーパー、ゴミ袋関係、器具関係、食器洗い関係、
さっき言ってた炊飯器だったりストーブの鍋、これねはい持ってったり、この辺は調味料ですね。うん油とかお醤油、料理酒なんかもはい全部入ってます。あとフライパンとお鍋もうん入ってるので一通り揃ってます。ここは洋服棚ですね。そうですね、ここに引っ掛けてうん歯磨きとかもこっちに入れて、はい洗濯するものはこういうとこに入れたり、でここがトイレ。トイレー、はいトイレになります。一応ね使えるようにはしております。はい、で2個メリのリュック、ゴミ箱ゴミ箱がトイレルームに。で、あとはここのサイドにバーって棚があるんで、ここ全部使えますから、後からまだちょっと日にちがあるので、化粧品だったりお薬だったりお洋服だったり2個メリのストックのトイレシーツだったりご飯などなど、ここに保管していきたいと思います、はいあとはドライヤーとかもね、あとタオルうんを入れて OK かなって感じです、あと寝るのは後ろうん片付けてあるんですけど、こちら。はい、タロちゃんが上で私は下のベンチで寝るんですけど、うんシュラフはオールシーズン用の薄いのになってます。ワークマンの、ワークマンのねはい、封筒シュラフ、枕だけ大事なんで持ってきました。長いからね。そういつもクッションとかで寝ちゃうんだけど、うん長旅なんで布団ファクトリーさんの横寝枕をうん持ってきました、今回のキャンプ用品これだけ少ない。しかもこれは空です。これは空。 1個空のを持ってってゴミとかお土産自分で買ったやつとかうん入れてこれるように持ちました、キャンプ道具の小ぶりな子たちをこのトランクカーゴにまとめました。ででんお感おじです。バーストナーにもキャンピングカーにも、ひとしきりのものは揃えたじゃないですか、うんキャンプと別でうん同じものを用意する、うん箸とか皿とかコップとかトングとか、うんキャンプで使うであろう小物たちうんはもう入ってるんですけど、中に取りに行ってあれもだって取りに行ってってやらなくていいように結構持っていけそうだなっていう荷物はここに詰めました。はいキャンプの道具としてうんもう椅子とテーブルを設置して、この箱があればパートナーの中に取りに行ったりしなくていいよっていう感じになってます、はいご紹介します、うんこれ巻きバッグ、巻きバッグはい、なんだかんだ結構大事っていうね。そうやっぱねうん薪を束ねてくださっている紐を持って帰ってくるのは結構ねしんどいよね。痛いし重たいから、これがすごい便利。うんスパイスボックス、スパイスボックスキャンプ道具でいいんですか？はい、もうキャンピングカーの中にも醤油だのみりんだの酒だのいろいろ最低限の塩コショウだの調味料は入ってます。なるほどだ。けど、うんキャンプっていうとスパイスにこだわりたくなりますよね。うんまあね。なのでそういったものじゃなくて、私たちが結構お気に入りで使ってるうん塩基っていうね、スパイス、焼き鳥のスパイスだったりとか、ご縁あれそれご遠慮願ったんじゃなかった？ご遠慮願ったけどなんか入ってきちゃうのよここに本当になんか主張が強い連れて行きます。うんご縁だったりとか MB8 はい。の新しいスパイスだったりとかもこちらもですね、うんやっぱこう焼き鳥とか焼肉ってなるとキャンピングカーの中ではあんまやらないけど、まあ確かに。キャンプだったらこういうスパイスで焼きたいよねってなると思って、うんやっぱこれはね捨てがたいなと思いましてはい。持ってきました。あとはお皿、うんこれもねバーストナーの中にもあるんですけど一応入ったんで持ってきました、うんうんあとはバーベキュー用のアルミシート、鉄板とかはないですけど網を持ってるので焚き火の上で何か焼きたいっていう時に、皿代わりにホイル焼きとかできるから一応これも持ちます、はいこれはまな板の上に敷くシートで、うん洗い物を少なくしてくれる、ゴミにはなるんですけど、うんまな板の上にこれを敷いて切って汚れたシートは捨てるっていう感じのシートです。ヘビロテしててカインズの人気シリーズですよね、スモアさんのバッグに入ってます。これがひとしきりの箸だのまな板だの火だのチャッカマンだのトングだの風防グローブもろもろ入ってます。シェラカップも入ってますと、あとはこれもそうなんですけど、お久々見ました。これノデル。そうノデルさんのテーブルにうん挟んで
こうやって立てて使う、うん、ランタンをこう引っ掛ける、はい、ライトをね引っ掛ける、うん、フックっていうの、うん、ハンガーになります。これあるとないとではだいぶ変わってくるんで、やっぱ明かりがないと手元のね、そう、うん、料理が何やってるか分かんなくなっちゃうんで、まああればいつも必ず便利と思われる袋うん、これは防水バッグなんで、うん、洗い物入れたりとか何でもLED ランタンを引っ掛ける台座です。もうそれ必需品ではないけどね。まあでも LED だけあっても、まあ、引っ掛けるものがないと置くってなるんで、これは持っていきます。意外と結構必需品なんですこいつと。あとは焚き火のテーブル、うん、ベルクロットさんの焚き火テーブルと薪置きラック。これはマジすごいよ。こんなにちっちゃくなるから薄いでしょ、軽いでしょ、でもね薪をボンって結構2束ぐらい乗せられちゃうから。そうでこれアイアンベルディングファクトリーさんっていう、うん、九州でしたっけ。九州ですねの方たちで、これ一択だよね今うち。これ一択。こんなに薄くなるのにこんなちゃんとしっかりしてるっていう。そう、どうしてこんなに支えられるんですかって思うよね。ほんでね、しかも安いんだよ。そう、うん、皆さんも本当ぜひ見てほしい。これもねちょっと後でリンク載せておきます、はい、アンバサダーもやらせていただいております。チャイハネのマルチクロス。これは装飾でそう可愛いし、うん、まあ、ちょっと日よけになったりとか、うん、ターププラス横からの日差しをちょっと遮ったりとか、ね、まあいろいろ使えるので1枚あったら便利なんで持っていきます、うん、あとは八重道具店さんで買ったハンガー、うん、家のハンガー2本入ってるんですけど、まあ、ちょっとそれ以上にかけたいなってなった場合用に予備で持ってます。洋服をね結構その辺にポンポン置くと本当どちらかって部屋の中が狭くなっちゃうんで極力かけてしまいたいと思います、はい、キャンプ道具の小物は以上です。結構これでね網羅できてると思うのよ。すぐ終わっちゃったこんな感じでねうまいこと敷き詰めればこんなに入ると。まあキャンプの時しかほぼ使わないしね。そうです。キャンプの時に登場してくる人たち、うん、外に繰り広げる時ってことですよね。そうです。何かを。そうでなんか最初は車の中にある常備してるものを取りに来て、外に持ち出して使えばいいやって思ったんですけど、これ1個でポンって持っていけるのはなんか楽かなと思って、箸とかお玉がとかやらなくて済むから。結構テトリスですね。そうなんです。それをねクリアすればこんなに入るんですけどすごいこんな感じで。すごいすごい。でそのサイズは50の半分のやつだね。そう薄いやつです。30とかだっけ。30リットルとかなのかな。とかかな。でかいのここ入れると埋まっちゃうからボンって、薄くしたかったんでこれに入る量しか持っていかないと決めて入れました、では残りのキャンプ道具なんですけど、まあ大きいものだよね、まずタープ。前回もキャンプで使ったロゴスの遮光タープ、大事ですね。これね、ほんと高性能なんでちっちゃいし、まあお世辞にもかっこいいとは言えないけどもやっぱり実用的でちっちゃい、軽いっていうので夏はすごく助かるんで、やっぱりそうだね、これ持っていきます。はい。それからこれこの間ハルピンが選んで買ったテーブルですね。ハイアンドローテーブル。そう、でっかいやつ。ついに活躍の時がやってまいりました。でっかいのにちっちゃいよね。すごいよね、あんなにでかいテーブルなのにこんぐらいになっちゃうっていうのがありがたいね、もうこれ1個で十分だもん。それとそのセットで買ってた椅子、チェアですね。ハイランダーか。ロゴかわいい。ハイランダーのチェア。はい。これも高さ調節可能なチェアです。これは2脚あります。ベルクロートのランタンポール。いつも使ってるやつ、こう曲がってる。これなんか山広さんに聞いたら、こういう形に肩出ししてるんじゃなくて、こうまっすぐの木の棒をこうやって曲げてんだって。だからすごい大変なんだってこれ。じゃあそれさ変わってきたりするんかな。使っていくと湿気とかいろいろとか重さとか曲げていくんだって、こうやって弓矢のように。そうなんだ。しなるんだね。すご。どうやってね曲げていくのかわかんないけど、これすごいのが高さ高くても使えるし低くても使えるから、そうなんだよね。いろいろコーデに合わせて変えられますよね。そうちょっと可愛いんだよね、その低いバージョンもなかなかね。普通はさ、これと
うん、これを組み合わせて、はい、もうちょっと高いかな、この辺になるか、うん、使うんだけど、これだけでも使えるっていうね、こうやって。そうするとなんか玄関アクセントみたいな。ほんとかわいい使い方もできる。うん。なんかね、こう長い旅でさ、いろんなものを持ってって交換してとかができないから、アレンジしていろいろコーデを変えられるのはいいですよね。ありがたい。うん。はい、こちらニコメリ用のコット。はい。はい。アウルキャンプさん。のこれメッシュだからね、通気性が良くて。そう。これも重宝してます。はい。これも廃炉できるんだっけ？廃炉できます。ね。だから結構ね、草が長いところとかだと高くしたりとか。あとはこの辺はね、予備のポールです。はい。まあ使わないかもだけど、あ、ポールあったらよかったってこと結構あるから。そうだよね。まあ荷物的にこれだけなんで。じゃあ、しかも軽いですよね、それ。軽いカーボンだから持っていきます。はい。旅に選んだ焚き火台はこちら。そちらにしたんですね。はい。モンベル。はい。冬だったらベルクロートにしてた。で二次燃焼のモンベルのやつなんだけど、二次燃焼って暑いでしょって思いきやね、なんかそういうイメージがある。いや別にちっちゃく焚き火することもできるから。そうだね。ボーボーにしなきゃいいんで、これにしました。はい。でこれにセットでこれ。お、来た。このノリノリだっけ？ノリノリの焼き網です。これいいよね。はい。これでちょっとしたなんか肉焼いたりできるんで、はい。これを持っていきます。焚き火料理もこれでできますね。まあ炭もできるし。そうだね。うん。この間忘れたこれ。この間キャンプでこれ一式忘れたんですよ。それは大変でしたよね。そう。これ忘れるともう話にならない。ここにペグとかハンマー、一式全部入ってます。ペグが。うん。ガイロープの指とかも大丈夫そうですか？ガイロープの指も大丈夫です。はい。でこっちが焚き火とか、まあいろんな、まあ、焚き火関係かな。そうだね。そのちっちゃい木はなんと素晴らしいことに薪割り台なんですよね。これ薪割り台。そう。あ、これだけ忘れずにガス買わなきゃ。なるほど。ないんだ。それはガスを注入するんですか？そうそう、ライターガスを注入します。でこうやって重ねて置けるっていう、トランクカーゴのやつで便利です。これこういうやつにもちょうどここにそうね入るっていうやつなんでね、こうやって、これがさっき言ってたゴミ用、ゴミ用のボックス。まあ別に何用っていうわけじゃないんですけど、ゴミとかまあお土産買って帰るとか。絶対お土産買うもん。空ですね。空ボックスを持ってます。空ボックス本当大事だよ。っていうことで、キャンプ系は以上。あとこれかな、脚立。脚立はこのゴミをね乗せたりするときに一応ここですね、これを一応使えるんで、これ自転車用のキャリアなんだけど、ゴミとかが増えたり、荷物が増えた時はこのキャリアを下ろしてこの上にボックスを乗せておけるんで、そうですね、毎日キャンプ場とかでゴミ捨てられますよっていう場所じゃないかもしれないからね。でこの高さに置いとけば動物もね、そうだね、まあそんなに。キャンプ用品たちはこの辺にこう入れていくんですけど、ここが一応トランクですね、バーストのこんぐらい結構あるでしょ。結構あります。このボックス系で言うと、ただこれ2段が確かいけないんで惜しいですな、惜しいんですよ。中からでもできないんだね。2段がいけないんだよね。まあでも別にその分上にも積めるもんね。まあまあそうですね。あとあれか、かさばるものでいうとニコメリのカート。カートね。カートはかさばるよね。カートはよく出すかもしれないから、一番最後にそうだね、上にポンって感じで。これ奥に入ってくれたらいける。ギリいけない。惜しい。まあここまでは入るけど、まあしょうがないかな。止まった。したらこれシリングはもう車内に入ってるので結構詰めますね。あとこれ、バッテリーが上がった時の、大事だ。なんていうんだっけ、こういうのスターターっていうか、バッテリー上がっちゃった車とかにつなげば、車から車につながなくても、この人だけでかけてくれるっていう、自力で解決できるという。そう、ジャンプスターターだ。ジャンプスターター、これはね
あるとすごい。なんかそのこの間太郎ちゃんが言ってたポータブルバッテリーからもそういける。ポータブルバッテリーで充電をして、うん、それでかけるっていう。ほんとね、周りに人が必ずいるとは限らないから、うん、北海道でレンタカーとかバッテリー上がってるしね。はい、1回目の旅で上がりました。まさかの必ず何かあると言ってもいいぐらいね、何かがある星に生まれてるから、うちでもう念には念をですね、視聴者さんに助けてもらってるから。そう忘れてたんですけど、めっちゃ大事なこと、虫対策。蚊に刺されたりブヨに刺されないように、ハチジェットとかキンチョールとか、あとは虫除けスプレーとか、森林香、蚊取り線香の最強版、これはチャイハネのその蚊取り線香をつけて吊るせるタイプのお皿です。はい、これはね、キャンプの時ですね。じゃあそっち入れときましょう。はい、忘れたらホームセンターで買えばいいんですけど、一応詰めるものは持ってきます。この車、ここから水を入れます。はい、こうやって、こうホースで水をね、直接入れるっていう感じで、そうすると水道とかトイレが使えるようになります。ここに120リットル入るんで、ここに入れるだけで120キロ重くなると。あまりやりすぎるとバースナーがうなってしまうと。でここがトイレ、はい、これも一応今回ね、緊急用ですけど、はい、使おうと思ってるんで、ここにこういう風にトイレタンク、こんぐらいの量入りますんで、まあ家族だけのねトイレだったら秘密のトイレです。そんなにはい、抵抗もなくなってきたかなっていう。本当。はい、ということで、はい、以上ですね、旅の準備編でございました。ご覧いただきありがとうございました。なんか以前にね、モジャ夫婦さんとかとキャンプした時も、なんか、聞いてくれてたんだけど、着替えってどれぐらい持っていくんですかみたいな話があったりして、今回着替えってどれぐらい持っていきます？さすがに 2,3 週間分持つのは無理なんで、1週間分ぐらいは持ってるから、まあ持っていく、その下着とかは持っていきますけど、やっぱ1週間に1回2回は洗濯したいなっていう感じなので、まあそのぐらいの量を目安に 4,5 日分とか。そうだね、まあ1週間分とか。1週間分かな。T シャツだったら T シャツ4枚と他のトップスちょっととか、全部持っていくと本当に荷物もすごいことになっちゃうし、多くて1週間分、僕もそれぐらいですね。夏ってやっぱ汗かくから、できるだけこういう洗わなくて済むようにインナーを結構着てるんですよ、こう下に、暑いからこそ。私もキャミとかは着てます。そしたら、まあ、最悪ね、このインナーだけを洗えば、こっちは 2,3 回着てから洗えるから。そうだね、直に吸い取ってないから、ね。まあできるだけね、長旅だからといって荷物多すぎず行くっていうのが目標ですかね。はい。なんかやっぱ私たちは写真もすごい楽しみたいから、なんか基本こうラフで気楽な格好で日々過ごしたい感じなんですけど、これは持っていこうって気をつけてるのが、1着か2着はこうお気に入りの色のものとか、ワンピースとか、じゃ白いワンピースとか、ブルーのセットとか持ってってて、この1枚はこれで撮りたいみたいなのがあるんですよ。すごい綺麗な感じなのに、なんか自分がすごいラフだとなんか合わないなとか、だから一着ちょっとこの景色には、この牧場のこの景色はこれで撮りたいなとかいうのを想像してちょろっと持ってってます。写真用に。これは勝手な私のなんかやり口なんですけど、やり口なんかそんな感じ。あとはもう行くのみということでございます。うわー、マジで台風どっか行ってほしい。そう、台風1個来てるから消滅してほしい。こっからまとめてくるんじゃないか説がね、浮上してますから、梅雨はなかったんじゃないかってなったけど、復活ってなってたからとりあえずね、準備はこんな感じになりますので、あと、その前回の動画でいっぱいいただいてた、ここ行った方がいいよっていういろんな教えていただいたコメント、このお店がいいですよとか、ありがとうございます。ありがとうございます。それを昨日ずわっとまとめまして、資料にしたんで、そういった準備
っていうのも今同時にやってるところなんで、それもなんかどこかのタイミングでお話できたらいいなって思います。はい、ぜひぜひチャンネル登録の方もしておいていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤でした。気をつけて行ってきましょうね。北海道行くんだよね。行くんだよね。北海道行くんだよね。行くんだよね。メリは？メリは行かないの？行くよね。行くよね。北海道だね。お散歩しようね。